多肉植物が好きな太極拳アスリートの頼みです。はい。ということで、また何か出てきたぞと皆さん思ってらっしゃると思うんですけども、こちらですね、僕の好きな多肉植物の一つなんですけども、これですね、実は他人から譲り受けたものでして、ちょっと正確な名前とか値段とかわからないんですけども、どうもね、ちょっと高級品の多肉植物らしくて、おそらくですね、僕が調べたところ、アガベと呼ばれてる種類だと思うんですけども、人からもらったということでですね、結構思い入れのある植物になってます。で、今ですね、3月の中旬ぐらいなんですけれども、外もですね、ちょっとずつ暖かい日がちょこちょこ出てきたりとかですね、ちょっと春の兆しが見えてきたということでですね、その準備ということで少し今部屋の中にね、冬の間はずっと部屋の中に置いてあって、ホコリが溜まってたので、ちょっと歯ブラシでね、柔らかいやつでちょっとホコリを取ってあげてたんですけども、いいなと思ってね、これもまた今年もですね、元気に育ってくれるんだろうなと思いながら、今鑑賞してました。植物を見ながらコーヒーを飲むっていうこういう時間がですね、すごくね、いいなと思うんですよね。春を感じながら、こうしてね、今過ごしてました。はい。ということで、これはね、太極拳とは全く関係のない話なんですけれども、はい。ということで、太極拳の話をしていきたいと思うんですけれども、今回やるのは、今日から始められる太極拳シリーズ。今回は第6回目ですね。ローシャオブーの解説をしていきたいと思います。で、ローシャオブーはですね、構えた時に、この前の手で膝の前を払いながら、この上の手で押していくという動作になります。そんなにね、難しい動作ではないんですけども、バイフーリャンチーからローシャオブーに行くまでのこのつなぎの部分ですね。ここがちょっと、ややこしい動きになってきますので、こういったところですね、ちょっと分かりづらいところは、順を追って丁寧に解説していきたいと思います。はい、それでは今回はローシャオブーの解説をしていきたいと思います。ローシャオブーは24式太極拳では4つ目の動きになるんですけれども、バイフーリャンチからですね、払うような動きをして、で、払って押していくという動作になります。で、これですね、一見難しいように思うんですけれども、他の動作に比べるとですね、払うとか押すとかいう動作でですね、なんかやることがですね、もう分かりやすい。例えばイエマン・フェンゾンはボールを抱えて分け開くって言って、なんか正直何をやってるのか分かんないみたいなね、ところがあったりする中ですね、このローシャオブーは払って押すという動き、分かりやすい動きになってきますので、他の動作に比べるとおそらくやりやすいんじゃないかと思います。動作自体は多分分かりやすい動作になりますので、これもですね、一つずつ順を追って解説していきたいと思います。そうしましたらですね、ローシャオブーはですね、バイフリャンチーから行く動作なんですけど、バイフリャンチーを作っていただいて、で、ここからですね、まず最初にこの右手、ちょっとね、極端にやるとですね、まず右手が前を払う。そして左手が上がる。で、腰が回る。で、この手がですね、ちょっと合わさりながら足を引き寄せてくる。こんな感じで、行います。ここがちょっとね、難しいポイントなんですけど、今のをですね、ちょっとリズムでやっていきたいと思います。まずですね、右手で前を払います。はい、右手で正面をちょっと払う。で、このタイミングで左手が上がってきます。左手が上がってくる。で、このぐらいの時に腰が、この右クワを入れます。右クワを入れて、はい、回っていきます。で、そうすると手は自然とこういう感じになりますね。で、この辺から足を引き寄せて、右足立ちができます。で、この時ですね、右手は肩の高さ、左手はだいたいこの自分の中心線を押さえています。こんな感じですね。この中心を押さえてる。こんな感じになります。で、ここからですね、足を正面に出していくんですけど、出していく時、左手は払う準備、右手は耳の横に持ってきます。で、こんな感じで、払う手はね、次払っていくんでこの辺かなっていうのは分かりやすいんですけど、この右手に関してはですね、押すというよりはですね、どっちかというと敬礼しているような感じ、警察官とかが敬礼するようなイメージでやるとちょっと近いのかなって思いますね。はい、この状態を作る。この時まだ後ろ足体重ですね。後ろ足体重で、ここからゴンブーを作りながら左手払って右手で押していきます。はい、でここですね、ポイントです。この手なんですけども、ツイザンだから押す手なんですけど、押すからといってですね、グッとひねってしまわないようにしてください。この状態がですね、横から見ると例えばね、ここからこの状態を作ってほしいんですけども、これがこうなってしまうとちょっと力も入ってしまいますし、体がねじれちゃうんですよね。なのでこのつながりがここで切れてしまいます。なので
つながりを消さない。で、これ手が出るのはですね、あくまでこのクワ、左のこのクワが入るまで、これ以上いってしまうとねじれになりますので、クワが入る、ここまでが限界の位置になります。で、手はですね、だいたいこの辺を押さえて、イエマーフェンゾンと同じぐらいの位置ですね。イエマーフェンゾンはこっちですけども、このぐらいを押さえる。で、この右手はこれねじったりしないということですね。はい。これがローシャオブーになります。次はホーゾーの動きを解説したいと思います。まず、後ろに重心を送る。この時ですね、ちょっと手が内側に寄ってくるような、緩む感じですね。で、腰が回ります。で、この状態。で、後ろ足から前足に重心を送って、ちょっとこれ右手で前を払って、で、この状態。これはさっきの逆の状態をやってるというだけですね。で、あとはこれで次足を出して進んでいくということになります。はい、それではですね、まとめです。バイフーリャンチーからローシャオブ3回やってみたいと思います。まずバイフーリャンチを作っていただいて、ここから、はい、前を払う。で、次は左手で払っていく。これはクワの回転が使われています。で、この状態。で、右手は肩の高さ。左手は自分の中心線を抑えるというかね、中心線に持ってくる。で、ここから足を出したとき、左手は払う準備、右手はちょっと敬礼しているような感じ。で、ゴーンブを作っていきます。左手は前を払って、右手で押していく。で、これですね、ひねらないというのがポイントでしたね。ひねらないで持ってくる。で、ホーゾーの動き、後ろにホーゾーして。で、これちょっと手が緩みます。で、腰の回転。で、後ろ足から右足に送っていくとき、右手で前を払って、左手は肩の高さ。で、足が出る。右手は払う準備。で、ここから右手で払って、膝前を払って、左手で押していく。これもひねらない。で、右足から後ろ足に重心を送って、手が緩みます。で、腰が回転。で、後ろ足から前足に重心を送って、で、左手で前を払って、右手は肩の高さ、左手は胸の前。足が出て、左手で膝前を払って、右手で押していく。ロシアオブ3回目。これで完成です。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。今回はローシャオブの解説をしました。ローシャオブはですね、なんといってもやっぱりこのバイフリャンチからローシャオブに行くまでのこのつなぎの部分ですね、こちらが少し複雑なのかなと思います。で、これですね、例えばひねるようにこんな感じでね、体を動かしてしまうと、どうしてもくねくねした動きになってしまって、で、柔らかさとかも出てこないんですよね。で、これを柔らかさを出すためのコツとしてはですね、きちんと、この右手はまず前を払うというかね、上から払ってるという意識で、その払ってるのと対応して体の連動ですよね。この左手が上がってくると。これと合わせて左手が上がってくる。で、次、こっち右側に腰を回すときですね、この手でこうやって持っていくとすごいぎこちない動きになってしまいますので、ここまで来たら腰が動くと。この腰が動くことによって手が動く。手って動かなくても腰が動くと手って動くじゃないですか。なので、腰を動くのに合わせて手が動いてきた。この手をただここで合わせてるだけというふうにですね、やっていただくと、滑らかな動きに変わってきますので、ぜひね、この辺参考にして挑戦してみてください。はい。ということで、今回の動画参考になった、面白かった、もしくは僕を応援してくれる人は、チャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント、絵文字一つでもいいのでいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。